皆さんこんにちは。今回の動画では私が普段使用している世界最大級の素材集サイトであるエンバトエレメンツについて徹底的に解説していきます。素材集としてのエンバトには大きく分けてエンバトマーケットとエンバトエレメンツに分けられます。エンバトマーケットは素材を個別に販売しているサイトです。テーマフォレスト、コードキャニオン、ビデオハイブ、オーディオジャングル、グラフィックリバー、フォトデューン、3D オーシャンの7種類のプラットフォームに分かれています。この7種のサイトはそれぞれがさまざまなクリエイティブ制作に使えるデジタル素材に特化しています。当然素材によって値段はバラバラです。エンバトマーケットでは個々に素材を購入していく形になります。対して今回おすすめするエンバトエレメンツはそれらのデジタル素材を月額料金または年額料金で無制限にダウンロードできるサブスクリプションサービスです。こちらは月額33ドル、年額198ドルで契約できます。契約中は全素材1700万素材が無制限に商用利用できます。年額198ドルというのは12ヶ月で割ると1ヶ月あたり 16.5 ドルになります。したがって年額の方が月々払うより半額になります。年額で支払うことをお勧めします。ただしエンバトエレメンツではエンバトマーケットの素材が全て使い放題になるというわけではないので注意が必要です。こちらがそれぞれのサービスの全体の素材数です。全体の素材数はエンバトマーケットの方が多いです。なのでエンバトエレメンツになかった素材もエンバトマーケットなら見つかるということが十分に考えられます。とは言ってもエンバトエレメンツの素材数でも1700万素材ととんでもない品揃えですので、使い方としては普段は使い放題のエンバトエレメンツを契約して利用し、どうしても使いたい素材がエンバトマーケットにしかない時にだけエンバトマーケットで素材を個別に購入しましょう。そうすれば両サイトをコスパよく最大限に活用できます。例えば今流れている BGM、 この曲はエンバトマーケットで39ドルで販売されています。映像を作る場合 BGM が必要になります。この曲のようなコーポレートミュージックは会社の紹介動画で使用される曲です。私もよくこのような BGM を映像に使いますが、この曲はエンバトエレメンツに契約していれば使用できます。この曲1曲でサブスクの2ヶ月分の金額を超えます。このようにエンバトマーケットで素材を個別購入すると思った以上に金額が高いです。そして今流れている女性が音楽を聴いている動画素材、このようなイメージカットを必要になることも多々あります。この動画素材はエンバトマーケットで43ドルで販売されています。これもエンバトエレメンツの2ヶ月分の金額を超えます。エンバトマーケットでは素材によって値段が違いますが、おおむねこのような価格です。私のこの YouTube チャンネルでもこのような BGM、 動画素材や写真素材を大量に使用しています。調べてみたら私はこの2年間でエンバトエレメンツから847素材をダウンロードしていました。サブスクは2年で396ドルですから、ざっくりですが1素材あたり 0.5 ドル以下で使用できています。これをエンバトマーケットで個別購入していたら金額が大変なことになります。そういう意味ではエンバトエレメンツの1年契約の月 16.5 ドルというのがいかに安いかが分かります。私も映像制作会社で働いていた時はエンバトマーケットを使用していましたが、個人で使用している現在はエンバトエレメンツを利用しています。エンバトエレメンツを私がおすすめする一番の理由はこのコスパの良さです。そしてもう一つ、エンバトエレメンツを使う理由として大きいのがライセンスの扱いやすさです。先ほど説明したエンバトマーケットで個別購入する時のライセンスは少し複雑です。素材の種類ごとにライセンスが分かれています。例えば BGM のライセンスを見てみると5つのライセンスに分かれています。ライセンスの詳細についてヘルプを見てみましょう。エンバトは日本語に対応していないので必要であればページを翻訳しながら使うといいです。この表を見ると基本的に1つの作品につき1ライセンスが必要ということが分かります。値段を見てみるとライセンスの種類で値段が上がっていきます。先ほど言った39ドルというのは一番安いスタンダードライセンスでの話です。この表を見ると YouTube に使用する場合は39ドルで使えますが、テレビや CM などの音楽には使えないことが分かります。その点エンバトエレメンツではライセンスの種類を気にする必要がありません。
基本的に1つの作品につき1ライセンスというルールは変わりないですが、ダウンロードし直せば複数の作品で使用できます。基本エンバトエレメンツの素材はロイヤリティフリーとして、使用ルールを守りさえすれば商用利用でも使うことができます。さらに素材を使用した作品については、サブスクリプションを解除したとしてもライセンスは引き続き保証されます。このようにエンバトエレメンツではライセンスに種類がないので、全体のルールさえ守れば安心して素材を使用できます。ただしエンバトエレメンツでも例外として音楽素材を使う場合にいくつか注意点があります。まず音楽素材の特別規約に記載されているこの部分、テレビやラジオなどの放送に使う場合やインディーズを除く映画に音楽素材を使いたい場合はサポートに問い合わせる必要があるということです。そして放送用や映画用だけでなく YouTube などの映像に使用する場合でも、音楽素材に関しては素材によっては別途使用料がかかったり、使用すると広告収入の分配が行われてしまうことがあります。それを避けたい場合は音楽素材を検索するときの絞り込みでエクスクルーズ PRO とエクスクルーズコンテンツ ID にチェックを入れて検索しましょう。するとそれらを除外した権利を気にせず使用できる楽曲だけが表示されます。これらのルールを守れば YouTube や SNS、ブログや Web 動画でも使用できますし、クライアントから受注した仕事でも問題なく商用利用できます。それではエンバトエレメンツを実際に触っていきます。サブスクに契約しなくても素材を検索することはできます。リンクを概要欄に貼っておきますので一度触ってみてください。先ほどエンバトマーケットは素材カテゴリーで7つのサイトに分かれていると言いましたが、エンバトエレメンツではそれより細かく素材の種類を選択して検索していきます。その素材の種類の一覧がこちらです。この素材の種類はページ上部のタブを選択するか、検索窓のドロップダウンメニューで素材の種類を選んでから検索します。今回は私がよく使う素材の種類に絞って詳しく解説していきます。まず1つ目はストックビデオです。ストックビデオは人物や風景などさまざまな撮影素材、モーショングラフィックスを動画データとしてダウンロードできます。なのでダウンロードされるデータの形式は MP4 や MOV などの動画データになります。ストック素材にはグリーンバックやアルファ付きのものもあります。では検索してみましょう。ドロップダウンメニューでストックビデオを選択した上でブルースカイと入力して検索します。すると青空の動画素材が87000点表示されました。そして横のフィルター機能を使ってさらにここから素材の絞り込みを行えます。カテゴリーでは撮影された実写素材か CG かを選ぶことができます。今回は実写素材を選択します。そしてデータのサイズを 4K に絞ります。動画の尺を30秒以上のものに絞ります。すると素材は7000点に絞られました。検索された青空の動画素材を見ていきましょう。検索素材にカーソルを当てて動画素材を再生して確認します。今回はもっと勢いよく雲が流れていくタイムラプスの動画素材をイメージしているので、検索窓にタイムラプスと追加して検索し直します。素材が3300点に絞られました。イメージに近い青空の映像が検索できました。クリックしてこの素材の情報を見てみましょう。アトリビュートの欄を見ると条件通り尺が32秒で 4K 素材です。フレームレートは 25fps で H264 の動画データであることが分かります。ページの下には類似する動画素材を紹介してくれています。次はビデオテンプレートについて紹介します。ビデオテンプレートはアフターエフェクツ、プレミアプロ、ダヴィンチリゾルブなどで使える幅広いジャンルのテンプレートをダウンロードできます。先ほどの出来上がった動画データであるストックビデオとの違いは編集できることです。ビデオテンプレートでダウンロードされるファイルはそれぞれのアプリケーションのプロジェクトファイルになります。プロが設計したプロジェクトファイルを開いてテキストや画像や色を編集した上で動画データとして書き出すことができます。なので最低限のアプリケーションの操作スキルが必要になります。では実際に使ってみましょう。今回は視聴者に YouTube のチャンネル登録を促すグラフィックを作成してみましょう。ドロップダウンメニューでビデオテンプレートにして YouTube ロゴと打って検索してみましょ
検索する際に英語の綴りがわからない場合は Google 翻訳を活用しましょう。今回は AE のテンプレートが欲しいので After Effects にチェックを入れます。プラグインを使っていないプロジェクトがいいので No Plugins Required にチェックを入れます。検索された素材のウィンドウにカーソルを合わせるとプレビューが再生されるので気に入ったものをクリックしましょう。プレビューを再生してどのようなグラフィックが作れるのか見れます。このプレビュー動画はダウンロードしてビデオコンテや資料として使うこともできます。素材の情報を見るとファイルの種類が After Effects でプラグインが使われていないプロジェクトファイルであることが分かります。ではこのテンプレートをダウンロードしてみましょう。ここから先素材をダウンロードするにはサブスクの契約が必要です。サブスクの契約の仕方は動画の最後に解説します。今は私のアカウントでログインしてダウンロードしてみます。ダウンロードボタンを押します。使用するプロジェクト名を選択してダウンロードボタンを押します。これでダウンロード完了です。それではダウンロードしたファイルを解凍します。解凍すると説明書のテキストファイルと AE のプロジェクトファイルが入っています。プロジェクトを開いてみましょう。エンバトのテンプレートを開くときは注意が必要です。テンプレートの多くにはエクスプレッションが使用されています。エンバトのテンプレートは中身が英語版の AE で作成されています。なので日本語版の AE で開くとエクスプレッションでエラーが出る可能性があります。エラーが出た場合は英語版の AE で開くようにしましょう。今回はその必要がないのでこのまま日本語版の AE で進めます。テンプレートは海外の優秀なクリエイターが作成しているのでプロジェクトを初めて触る人にも優しい設計になっています。タイムラインパネルを見るとレンダーというコンポジションとプレースホルダーというコンポジションのタブがあります。レンダーは最終的にレンダリングするコンポジションであることが分かります。再生してみましょう。そしてレイヤーの一番上にはカラーコントロールという調整レイヤーが配置されています。これがいわゆるコントローラーレイヤーになっていてグラフィックの色が全てここでまとめて変更できるようになっています。例えば BG カラーで背景の色を変更してみましょう。それに伴い影の色も変更します。シェイプカラーで丸やラインなどの色も変更できます。再生してみましょう。シャイレイヤーをオフにしてみると隠れているレイヤーが表示されます。このように触る必要のないレイヤーはシャイレイヤーを使って隠すことでプロジェクトが少しでも分かりやすいように整理されています。ではプレースホルダーというもう一つのコンポジションを見てみましょう。ここはロゴ素材のコンポジションです。ここでロゴを差し替えることができます。やってみましょう。自分のチャンネルのロゴをインポートして差し替えます。レンダーのコンポジションで再生してみましょう。あとはこれを書き出して使用するだけです。このテンプレートでは余計なコンポジションに触る必要はなく、この2つのコンポジションを触るだけでグラフィックが編集できるようになっています。このようにビデオテンプレートを使えば人の作ったプロジェクトを好きなようにカスタマイズして使用できるわけです。たとえ自分でこのグラフィックを作れたとしてもテンプレートを使うことで膨大な時間を節約できます。次はミュージックについて紹介します。隣にサウンドエフェクトとありますが、こちらは効果音のことです。同じ音の素材でもこの2つはカテゴリーが分かれています。どちらもダウンロードされるデータの形式は WAV や MP3 です。例としてミュージックを再生してみましょう。今回紹介するプラグインはオートスウェイです。ロープや髪の毛などゆらゆらと揺れる表現を簡単に設定できるアフターエフェクツ用スクリプトです。このようにイラストの髪の毛をゆらゆら。ミュージックとはこのような長尺の音楽素材です。中にはボーカル付きの曲もあります。このチャンネルでも映像の BGM としてこのような音楽素材を常に使用しています。そしてこのミュージックというカテゴリーの中にはサウンドロゴと呼ばれる
タイトルなどに使用できる短い尺の音素材も含まれます。例としてサウンドロゴを再生してみましょう。このような短い音素材はジングルと呼ばれたりもしますが、タイトルなどを作成するときに必要になります。ミュージックより短くて効果音より長い音素材みたいなイメージで使用できます。続いてはサウンドエフェクト SE とも呼ばれますが、効果音のことです。このチャンネルでも効果音は大量に使われています。再生してみましょう。このクリック音やキーボード音などもよく使う効果音です。このグラフィックでも衝撃音などの複数の効果音を組み合わせています。ミュージックもサウンドロゴもサウンドエフェクトも私のチャンネルでは大量に使われています。では今回はミュージックを紹介していきます。音楽素材は検索に慣れが必要です。ミュージックには17万素材あります。素材数が多いのでフィルターを使いこなす必要があります。一番上にムードという項目があります。これは曲調のことです。右クリックで日本語に翻訳します。右側のチェックを押すことで絞り込めます。これで幸せ、陽気な曲に該当する曲を表示できました。2つ目は音楽のジャンルで絞り込めます。ここではロックにチェックを入れます。複数の項目をチェックした場合、検索になります。今の時点で幸せ、陽気、ロックにチェックが入っているので、どちらにも該当する曲が表示されます。3つ目は使用している楽器で絞り込みができます。右の×印は該当する曲を除外できます。ここではエレキギターの×印をクリックします。陽気なロックの曲の中でエレキギターを使っていない曲に絞ったことになります。ロックの曲の中でエレキギターを除外したので一気に45曲に絞られました。その下のカテゴリーはとても重要です。音楽素材にはロイヤリティフリーミュージックとサウンドロゴに分けられます。上は一般的な BGM などの音楽素材です。下のロゴというのはサウンドロゴのことです。タイトルなどに使用できる短い尺の音楽素材です。クリックしてみましょう。素材の長さを見ると数秒の短い音楽素材であることがわかります。再生してみましょう。これがサウンドロゴです。それでは一般的な長尺の音楽素材を選択します。レングスで素材の尺の長さを絞ることができます。ここでは2分以上の曲を指定します。その他にテーマ、ボーカルのありなし、曲のテンポ、年代から絞り込めます。そしてこのループにチェックを入れるとループに対応した楽曲だけが表示できます。最後に先ほど説明した通りエクスクルーズ PRO とエクスクルーズコンテンツ ID にチェックを入れて検索しましょう。このチェックを入れることで権利を気にせず使用できる楽曲だけが表示されます。絞り込んだ結果17万曲の中から1曲が該当しました。再生してみましょう。この曲が2分以上の曲で陽気なエレキギターを使っていないロックな曲です。さらに YouTube で使用するときに権利を気にせずに使用できる曲です。このようにフィルターを駆使して自分が欲しい素材にたどり着くことが重要です。次はグラフィックテンプレートを紹介します。グラフィックテンプレートでは優秀なデザイナーが作成したテンプレートファイルを編集してグラフィックを作成できます。ビデオテンプレートが AE やプレミアなどの動画編集ソフトのプロジェクトファイルだったのに対してグラフィックテンプレートは Photoshop やイラストレーターなどの画像編集ソフトのファイルをダウンロードできます。ファイルを開き文字を打ち替えたり色を変えたりカスタマイズした上で自由に使えます。用途は私のように動画の中で使用してもいいですし、フライヤーやポップとして印刷したり Web 用のデザインに使用したりと様々です。グラフィックテンプレートは全部で30万弱の種類があり、そのジャンルの幅の広さはとても説明できる量ではないので、ここでは代表的なものを一部紹介します。まずはフライヤー、ポップなどの印刷用のデザインテンプレートです。全部で12万種類のテンプレートがあります。
こちらにはパンフレットのテンプレート、チラシ、ポスター、名刺のテンプレートもあります。これらは高解像度の印刷用のファイルで文字を打ち替えて印刷用のデータとして使用できます。そして製品モックアップとは製品のサンプルイメージのことで、このように T シャツや帽子などさまざまなデザインをカスタマイズできるテンプレートです。これらは文字を打ち替えたりロゴを差し替えるだけの簡単作業で作成できます。それもこれもテンプレートを作成した優秀なデザイナーのおかげです。ただやはりテンプレートを扱うには最低限のアプリケーションの操作スキルが必要になります。テンプレートの種類は本当に豊富なので自分が欲しい素材を検索してみましょう。例えば漠然と金色のテキストを作りたいなら検索窓にテキストゴールドと打って検索しましょう。すると金色の文字を作成できるテンプレートがたくさん検索されます。気に入ったものをクリックしてみましょう。これを使用すればこのようなグラフィックがすぐに作成できます。次はグラフィックスについて紹介します。グラフィックスは背景素材やテクスチャー、イラストなどの静止画素材です。グラフィックテンプレートはカスタマイズできるファイルでしたが、グラフィックスは単純に優秀なデザイナーが作成したグラフィック素材を使用できます。バックグラウンドに絞り込めばグラデーションや紙のテクスチャーなどの背景素材が表示されます。アイコンに絞り込めばさまざまなジャンルの使い勝手のいいアイコンが表示されます。それとやはりよく使うのがイラスト素材です。プロのイラストレーターが作成したさまざまなイラストがダウンロードできます。どの素材も数が多いので自分の欲しい素材を検索窓に打って検索しましょう。そして次のカテゴリーは写真です。これは静止画素材の中でもカメラで撮影された写真素材です。プロのカメラマンが撮影した写真素材が1000万素材からダウンロードできます。ここまで紹介した素材をまとめます。ストックビデオとビデオテンプレートの関係とグラフィックスとグラフィックテンプレートの関係は同じです。テンプレートはカスタマイズできるプロジェクトファイルです。ストックビデオとグラフィックスと写真はそのまま使う素材です。ただし静止画素材の方はデザイナーによって作成されたグラフィックスとカメラマンによって撮影された写真に分けられます。動画素材のストックビデオの方は撮影素材とモーショングラフィックスが一緒になっています。ここまでが私がよく利用する素材のカテゴリーです。他にもエンバトエレメンツでは便利な素材がたくさんあります。フォントは英字フォントをダウンロードできます。全部で約49000種類のフォントがあります。ただ注意点は基本的に日本語のフォントはないのでひらがな、カタカナ、漢字に対応したフォントはありません。フォントはシステムにインストールして使うので好きなソフトで自由に使うことができます。このチャンネルではこのフォントをよく使っています。このコミックフォントもエンバトエレメンツからダウンロードしたフォントです。そしてアドオンとは Photoshop やイラストレーターなどさまざまなソフトで使用できる拡張機能のことです。例えば Photoshop で使用できるブラシやアクション、レイヤースタイルやパレットをダウンロードできます。他にもビデオ編集ソフトで使用する映像の色編集をするラットなんかもこのカテゴリーからダウンロードできます。プレゼンテーションテンプレートとはプレゼンテーションソフトであるキーノート、パワーポイント、Google スライドなどで使用できるテンプレートファイルです。Web テンプレート、CMS テンプレート、ワードプレスについては Web デザイン関連なのでここでは割愛します。そして最後に 3D とありますが、これは 3D といっても 3D モデルがダウンロードできるわけではありません。この 3D というカテゴリーはあくまでエンバトのサイト上で 3D オブジェクトを操作して任意のアングルの静止画画像を書き出すことができるものです。PNG か PSD の静止画データとしてダウンロードできます。なので 3D モデルやマテリアルなどを取り扱っているエンバトマーケットの 3D オーシャンとは異なりますので注意してください。それでは最後にエンバトエレメンツの契約の仕方を紹介します。と言っても何も難しくありません。まず概要欄からエンバトエレメンツにアクセスしてください。エンバトエレメンツに契約するにはまず自分のアカウントでサインインする必要があります。画面右上のサインインをクリックします。エンバトエレメンツのアカウントをメールアドレスで作成する場合はクリエイトアンエンバトアカウントをクリックしてContinue with E-mailをクリックします。名前、メールアドレス、パスワードを設定してクリエイトアカウントでアカウントを新規で作成できます。それか Google アカウントや Facebook のアカウントでもログインすることができます。
今回は Google アカウントでログインします。 Continue with Google をクリックします。アカウントを選択します。これでサインインができました。この Get Unlimited Downloads を押すか、最初は金額など気になると思いますので、プライシングを押して月々の料金などを確認してください。このページの内容を確認した上で、個人プランに契約する場合はこのスタートナウボタンを押しましょう。チームや企業で使用したい場合はそれぞれのボタンからアクセスしましょう。今回は個人プランのボタンを押します。あとはここに必要な情報を記入してください。そして支払いの設定はクレジットカードか PayPal から選択できます。今回はクレジットカードを選択します。クレジットカードの情報を記入します。その下のライセンス契約に同意のチェックを入れます。そして重要な金額についてですが、月々月額を払うか1年分一括で支払うかを選択します。一括で払えば1ヶ月あたりの金額は $16.5 で月々払いで払うより半額で契約できます。圧倒的にこちらをおすすめします。そしてコンプリートオーダーを押せば契約完了です。いかがでしたでしょうか。今回は低額で高品質なクリエイティブ素材が使い放題のエンバトエレメンツについて解説してきました。私は現在いくつかのサブスクリプションサービスを利用していますが、この YouTube を運営する上で最も必要不可欠になっているのがエンバトエレメンツです。正直これがなければこのチャンネルは成り立っていないでしょう。実際この動画でエンバトエレメンツのコスパの高さ、クオリティの高さを伝えることができたと思います。あとは全部で1700万という素材の多さを実際に検索してみて実感してください。エンバトエレメンツを使用して素材の量やクオリティに不満を持つ人はなかなかいないと思います。特におすすめできる人としては動画クリエイターの方、私のように YouTube をやっている方、SNS で動画などのコンテンツをアップしている方です。これに当てはまる人はぜひサブスクの検討をしてみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。